はい。面白けしからんな対策です。今日もね、落ち着いて、ちょっとテンション抑えめでね、動画を撮影していきますので、皆さんぜひご覧ください。今日はこのコードバンのシステム手帳、通称お稲荷さんの中身、紹介、パラパラ動画になりますので、皆さんリラックスしてお楽しみください。高田ひかるさんのブランド、デザインマイライフのね、コードバンシステム手帳なんですけども、僕はこれの一冊使いですね。一元化というか、もともと一冊しか使わないスタイルなので、かっていうのもおかしいですね。一元化したわけじゃなくて、元から一元なので。で、この手帳ね、使い始めて約半年になりました。はい、これ見ての通りもうツルツルテッカテカのほぼノーダメージです。ほぼノーダメージ。で、しめこれはいい手帳だと思って、傷もね、どうやら入りにくいらしいんですよ。で、最高だなと思ってたんだけれども、昨日の昼にベランダで手帳タイムした時にですね、実はね、ここ、見えますか？ここの部分ね。コバがね、剥がれてきちゃってて、ここを開け閉めするもんだから、ここが擦れてね、多分剥がれてきたんだと思うんですけども、これね、一応ね、修理してもらうように問い合わせのメールを送りました。お正月一緒に過ごせるかな、お稲荷さん。ちゃんと治るよ。はい。お稲荷さんっていうね、名前をつけて楽しんでおります。このね、コードバンのシステム手帳に関しては、中身動画は史上初となっておりますので、ロロマクラシック時代とね、大して変わってないんですけどもね、また改めてちょっとね、知らない方もいらっしゃるかもわからないので、僕の手帳の中身ね、取っていきたいと思います。はい、1からいくと、こうなりますね。ここにね、中国製の万年筆、ジンハオ X750 っていうのをね、左のペンホルダーに挿してんだけど、ここね、フリクションの消しゴム、フリクションイレーザーにストラップパーツを取り付けて、ジンハオのね、万年筆のクリップにね、こう引っ掛けてこういう状態。で、こうやってペンホルダーに挿すと、ちょうどね、キーホルダーみたいな感じでここに取り付けられますので、使いたいときはもうパチッと外して使えますのでね、我ながらナイスアイデアだなと思っております。はい。まずですよ、その前にここだ。ね、ウルトラマンベリアル。僕、ウルトラマン好きでね、特撮が好きなんで、ウルトラマンのね、このゼロとベリアルだから比較的新しいクリアファイルなのか。英語サイズのクリアファイル。これお宝だね。これお宝だわ。これ今売ってたらもう一個欲しいんだけど、もう一冊。この中に競泳プラスチックの暗記に使うね、下敷き。よいしょ。こっち側のね、ベリアルがね、見えた方がね、面白い。こっち側もありなのかな？いや、これだとゼロがメインで来る。こっちも良さげだね。ゼロ、でもゼロ隠れちゃうもんね。こっちのベリアルを向けて、こう差し込んでいます。金運上昇のお守り、ゴールドの1万円札。これは、末尾が、ラッキーの、ちょっと読めないな。ラッキーの777かな。777かな。ラッキーセブンっていうことなんでしょうね。これね、へそくりか。日本ダウジング協会効果。ダウジングチャート。上からこう垂らしてどっち側に売れるかっていうので、いろいろ判断するんだけど、これね、鳥山明先生のサンドランド劇場映画の入場特典ね。これだけをね、入手して映画を見てないっていうことなんだけど、原作はね、読みました。はい、面白かったです。まず、クリアポケットが出てきて、ゴジラ対デストロイヤー。よく見ると、これ、未使用のチケットなんですよね。この映画が公開されたのが1995年なんだけど、友達とね、見に行く予定だったんだけども、僕はちょっと体調不良でね、行けなかったんですよね。で、上映期間終わっちゃって、見損ねたんですよね。で、捨てるのももったいないし、がっつり折り目しって入れちゃったんだけど、まだね、フルでこう、もいでないチケットなので、コレクションになるんじゃないかと、自己満コレクションみたいなね、ことです。よいしょ。いろいろ入ってるんだけれども、このね、ウルトラセブンのアイスラッガー。
形をしたペーパーナイフ。こんなもんを入れてるからもう重くなっちゃうんだけどね。A5 サイズの手帳っていうね、30ミリっていうだけでね、リング系がね、ただでさえ重いのに、こんなね、ウルトラセブンのバカなことやってんね、しかし、本当に。まあ、皆さんね、そういうことあると思うんだけど。どうしてもね、家に置き去りするのが嫌でね、僕はちょっと出かけるとき、ね、コンビニで出かけるときには別にバッグ持ち歩かないんだけれども、ちょっと遠出というほどでもないんだけど、バスで移動する場合、これを、例のね、過去動画見てくださったらわかると思うんだけど、レザーヘルメットバッグにこれを入れて持ち歩くんですけれども、総重量が約 6.6 キロっていうね、全部入れた状態でね、まずアーマードライダーガイム、いやー、戦国ドライバー売っちゃったんだ。ゲネシスドライバー羨ましいな。で、ウルトラマンゼロスラッガー発動のカードかな、これスーパーコンボって書いてあるな。スーパーカードはその本のね6だった。ここに好きなヒーロー入れてるんだけど、ね、エグゼイド僕好きなんだよね。で、ウィザード、ゴーストね。これはね、もう、まったりいきますよ、本当に。俺が構想を練っている漫画のキャラクターなんだけれども、そこそこうまく描けてると思うんだけど、あんまりね、評価はしてもらえてないんだけども、まだ未完成だしね。これが最新バージョンかな。銀河警視庁特殊捜査官マクリエム・マクレーン。ヒロインですね。アメリカ人っていう設定ね。通称ダーティーパンティと言って恐れられている超高飛車な容姿端麗のね、警察官なんですけど、こういうね、派手な制服というか、オリジナルの制服に身をまとって、ガシガシ事件解決すると。で、これが主人公の私立探偵ややこしレイジ、通称レイジ・ザ・ゴーストね。これもね、おいおい、これもまだ別に何も諦める必要なんてないし、最近はね、全然書いてないんだけど、漫画好きでね。はい、これ、ポストカードのページに来ました。円谷英二さんが TBS に買い取ってもらったオプチカルプリンターですね。光学合成を行う機械なんだけども、オックスベリー社のオプチカルプリンター。これね、円谷英二さんね、欲しかったんだよね。もう最新の機材使いたいっていう欲求がすごいあって。で、円谷さんだけの、お金だったら足りなかったのかな。で、TBS が丸ごと買い取ったと思うんだよね。フジテレビじゃなかったよね。TBS が買い取って、これを、だから TBS の社屋のめちゃめちゃ広い部屋じゃないと、これ置けないらしいんですよ。で、これはもう、円谷英二さんね、ご購入なされたと。はい、これ誰？この可愛いお姉さん。女流棋士香川真奈緒さんと。僕のルーツっていうのはやっぱり水木先生だし、F 先生だし、A 先生だっていうことはね、揺るぎない不動の事実なんでね。で、これ香川真奈緒さんの直筆サインなんですよ。直筆サイン入りのポストカードセットを買ってね。で、角丸で角を落として挟んでます。はい、これね、ポストカードサイズの、さっきのキャラを描き始めた時のね、ポストカード、香川真奈緒さん。で、競泳プラスチックさんのライティングマット下敷き極みっていうね、これ要するに下敷きなんだけれども、ここにね、実はね、仕込んでるんですよね。英語サイズだから、英語の手帳にぴったり収まるので、これ持ち歩いてます。標準装備。もう挟んでるだけで満足しちゃってて、あんまり使ってないんだけども、確かに書きやすいなと思いますね。使った時はね、鼻息荒くてごめんなさいね。ステッカー隠れちゃこれでいいか。一応説明書き取ってあると。これ僕のオリジナルステッカー。T シャツも販売中なので、もし、欲しいっていう方はね、ぜひすずりっていうサイトのね、田口プロ文芸部っていうアカウントを検索していただくと、このデザインの、商品がいろいろ売られているというか、売り出しました。だけどね、僕に入っ
てくる取り分っていう数値があるんだけど、取り分はゼロ。僕の儲けはなしっていうことなんでね、結構お安く提供できてると。まあそれでも高いけどね。 T シャツはね、でもね、ボディがなかなかね、しっかりしたボディなので、生地ね、T シャツとしてはクオリティ高いと思うんでね、で、ここ円谷プロ40周年記念手帳の中表紙を左ページに持ってきて、で、41周年記念の手帳についてた円谷プロ作品データ。これにね、往年のね、円谷プロさんの作品のデータが載ってる。ちょっと変わったのはね、この辺からなんだよ。高田さんの動画見てるとね、PDCA っていう言葉が出てくるんですよ。まず、プラン、計画ですね。Do、実行。C はチェック。A はアクション。PDCA っていうことをきっちり手帳でやらないと、高田さんみたいにはなれないぞとメモりました。これも高田さんの手帳術なんだけど、目標を決めるとき、スマートの法則。まず S が具体的に的確な表現で書きなさいと。M は具体的な数字で出る結果を重視せよ。A、達成可能である。ギリギリこれだったらちょっと無理すれば実現できるかなっていうことを書けと。R、関連した価値観とビジョンとつながっているのか。リレーテッドの R だね。最後 T、期間を決めると。目標を立てるときにね。っていうようなことをメモって、これすごいでしょ。理想の自分像。自分の未来設定。妄想ページ。これはね、竹千代さんの影響でね、ちょっとだけしか書いてないんだけど、どんな状況に自分がいたいのか、将来こんなだったらいいのになっていうことをできるだけ具体的に書き表してメモっておくっていうのが、いいらしいんですよね。まずね、書くのが楽しい。もう全部の制限取っ払って、スーパーヒーロー設定で書けばいいと思うんだよね。だけど自分に嘘ついてはダメなんだけども、こういう妄想をすることはいいですよと。ちょっとね、どぎついこと書いてあるかもわかんないんだけども、別にね、誰かのことをどうするとかではないので、多分大丈夫だと思うんだけどね。もうすっげえ横柄なこと書いてますよ。そう。本当はね、見せるもんじゃないから。結構面白いな、この手帳。手帳雑談2回目の動画企画案。これね。で、これをもう一回まとめ直さなきゃいけないなと思って。で、こっちは、レザーヘルメットバッグの中の動画の台本というかね、基本的に語らなければいけない事柄を書いてまとめたと。これはに関してはもうこれでいいのかな。で、これちょっと調べ物。タバコケースについて調べたというね。コルトガバメント型のタバコケース。はい。で、これ新たに導入しました。N プランニングさんの、正式名称。年間計画表。こうね、蛇腹式でなってて、今日から使える。ね。12月1日。1ページ、2月でこうめくっていくと2月3月4月5月ね、来年のね、で6月7月で、こっち裏めくると8月9月10月11月12月1月2月、再来年のね3月。ちょっとね、僕ね、ウィークリーだけだとね、心細かったんでね、イヤリーっていうんですかね、年間計画。これね、実際何も、ここに書き込まなくても、モチベーション上がるでしょ。これを見たら、大体あとどのぐらいの期間あるんだ、みたいなね、目標達成
とか設定するときにね、これね、俺ね、ガントチャートとかね、ハビットトラッカーをつけてらっしゃる方にも超おすすめなんだけど、これダヴィンチさんのプランニングシートっていうリフィルなんですよ。1から31日まで番号が振られてる。いろんな書き方できると思うんだよね。そう。期間を区切って、こっからここまではこの予定をやるんだとかね。あとは本当にハビットトラッカーみたいな感じで、ここに項目を書いて達成できたら丸をつけていくとか、チェックしていくとか。これね、結構いいね。ちょっと分厚い紙、トモエリバーだと思うんだけど、ちょっと分厚めのトモエリバーでね。で、綺麗に角落としてんね、これね。破れてこないかっていうの大丈夫ですよ、これは。これ、板野友美さんの、これか。ちょっとここね、このポケットが汚れててね、カードが汚れてるんじゃないんだけど、これサンドランドの鳥山先生の映画の入場特典の一つで、ドラゴンボールのゲーセンにね、行ってプレイする、そうだよね、ゲーセン行かないとプレイできないのカードの、ベルゼブ、サンドランドの主人公ですよね。悪魔の少年、声優のね。で、これ藤子不二雄 A 先生、これが手塚先生、相当若い頃のね、二人のツーショット。で、こっち開くと、トモチンの板野友美さんの AKB 時代の、セブンイレブン限定のね、僕の本当に大事な仲間、飲み会あるんですよね。ちょっとね、予算的に厳しいからって言って断っちゃったんだけども、本当に誘ってくれて嬉しいので、本当ありがとうね、本当皆さんね。もうこの写真やばいんですよ。大体このメンツがロビーでたむろしてたっていうね。ファミレスで今年の誕生日に誕生日特典のメニューをね、ケーキみたいなスイーツがタダでもらえたんですけども、それに刺さってたハッピーバースデー太鼓ということで、これだけをね、きれいにね、持ち帰って、これ絶対手帳に挟んでやると思ってね。で、ここ泊慎之介と志島桐子の結婚写真ね。はい。で、これ僕の動画のサムネイル、結構力を入れたサムネイルだったんだけど、あんまりバズらなかったのかな、何にも。で、ここはね、新たにね、入れたんですよ。7つの習慣のカード。本についてたカードね。この7箇条、7つの習慣を身につけると、人生賢く生きれるんじゃないのっていうね。いつもは、ここまで一気に開くんですよね。で、ペンを抜いて、で、その下にはスラッシャーのトートバッグについてたタグで、愛知県美術館で見たゴッホとゴーギャン展、ダブルメイドのね、展覧会。チケットね、僕ね、ゴッホ好きなんだよね。ゴッホのね、ひまわりのね、レンチキュラー3D っぽく見える、レンチキュラーって言うんだけど、角度変えると立体に見えるひまわりのポストカードをダイソーの額に入れてね、飾ってるんだけどね、ゴッホ好きだよ、俺ね。で、ここ、ショートカットでここまで来たら、ともちんのご尊願がめくると友達で、俺の好きなものがあって、これが、ほぼほぼここが真ん中になるのかな。そうね。一番出っ張ってんだけど、この横にね。これアシュフォードのリフィルです。本来はどう使うかというと、ここにね、メモパッドを差し込んで、ジョッターとして使うらしいんですよね。で、上にペンホルダーがついてる。このね、上にペンホルダーつけれるっていうのはね、結構便利でね。重宝してますよ。で、これ黎明藤井さん、ダヴィンチさんのクリップ定規みたいなね。なんか手帳の内容というよりは手帳に収納している。いろいろなっちゃってね。やってる本人はすげえ楽しいんだけど。はい、ここに挟んでおくと、こっち側にメモリが出るので、ここでね、何センチかって測る。ウィッシュリスト、チェックリスト、トゥードゥをもうまとめてごっちゃにしてチェックリストに書いてます。は
さい。何もまずいことは書いてないと思うんですよ。有名な YouTuber の方とか、顔出しで活躍されている人たちに関しては、たまに実名で書くんだけど、それはもうリスペクトしているという証拠であるとお考えください。本当に。最初ね、めっちゃ凝り倒してね、細かくいろんな目標を決めてたんだけど、この辺すげえ細かいでしょ。ちょっと使い方変えた方がいいなと思って、もう思いついて直後にやんなきゃいけないこともどんどん書いていった方がいいなっていう風になってで、それがいいのか悪いのかわかんない。でもこのリフィル、これダヴィンチさんのトモエリバーなんだけど、このリフィルそんな高くなかったと思うんだよね。よいしょ。これいいよ。ペラペラ。裏面もボールペンで書くと、このね。この音。いいよね。そう。こうチェックリスト。はい。ここも見せても構わないと思うんだけどな。10月6日から始まって10月23日までシステム手帳サロンね、この水色の。いいじゃないですか。今月だけどもうこれ今月じゃないや。ね。今日12月1日だからこっち。はい。これは、スターダスト。遊戯王 5Ds の主人公、不動雄星が使うエースカー、スターダストドラゴン。やばいね。これココスオリジナルのあれだから、ココスでキャンペーンやっててもらったんだけど、これね、ちょっとキラになってんですよ。僕詳しくないんだけど。で、ここの後ろのエジプトのなんか象形文字みたいなのが、ココスのメニューになってんだよね。もうすっげえ凝り出してる。今日ボイドタイム、夜の10時6分から明日の1時0分までボイドタイム。ボイドタイムっていうのは詳しく知りたい方は調べてください。ボイド時間っていうのかな。で、これ稲です。12月と。で、12月23日に漫画の学校のね、さっきの写真のみんな集まるわけじゃないんだけど、その中のね、みんなが来る忘年会なんだけど、今んとこ、書いちゃった。今んとこいけません。それはね、もう仕方ないんです。ベルトとかボールペンとか買っちゃってるからね。で、誘われるかどうかもわかんなかったから。いや、ほんと誘ってくれてありがとう。1日ここ記入しとこう。体調は5つ星。体調、それから神様の備え。椅子にちゃんと座る。ちゃんと目深に腰をかけて背筋伸ばし。アーロンチェアね。せっかくアーロンチェアする。手帳タイムができたかどうかっていうのは、本当にね、24時になってみないとわかんないから、これ手帳とここね。先月はこの手帳タイムが十分取れたかというのと、動画の企画進んでるかっていう YouTube のね、つけてたんだけど、この2つちょっと何もこんなところにハビットトラッカーやんなくても、他にいくらでもやりようがあるんで、これちょっと今月考えもんだね。でね、ついにね、タスクファインダーホルダーがね、僕ね、今までね、3つ買ったことがあるのかな。で、2枚割れちゃったんですよ。最初に買ったやつはもうとっても昔に割れちゃったんだけど、これ俺2枚使いしてたんだけど、憧れの女性の写真入れて、で、このスターダストドラゴンと2枚使いしてたんだけど、一方のタスクファインダーホルダーがもう割れちゃってね、使い物にならなくなって、これね、俺ね、だけど思うんだけど、このタスクファインダーホルダーって1冊の手帳に1枚でいいんだと思うんだよね。俺の見解はね。ここなんで枠があるかというと、12月2日前後、2日かもわかんないし、前後に臨時収入が入るかもしんないっていう風に月間ムーの占いに出てたので、一応注意深く過ごそうと思ってここをね、帯にしてます。はい。だいたいこういう吉日と、6曜は書いてあるから、あと、ボイドタイムを、いちいちめんどくさいんだけど、ボイドタイムを、メモっとけば、この手帳を見ればね、いろいろ判断できるんで、ボイドタイム
吉日をメモるようにしてるんだけど、相当めんどくさいよ。で、ここでマンスリー終わり。次ウィークリー。見てこれ。魔導書みたいでしょ。やべえ。こんな、俺本当はね、このレベルでね、埋めたいんですよ、この手帳全部。11月、結構、こっち埋まってるし、ここら辺は寝てたのかな、起きれなかったんだと思うんだ。起きれないかったか、忙しすぎた。忙しいって言ったって自分のね、YouTube とかね、そうだね、なんかね、俺もね、書けない日ありますよ。俺がね、絶対挫折しない理由ってのがあって、そのシステム手帳というものに、そういう形態のもの自体に興味を持っているっていうのが大きくてですね。そうするとね、かけてないなんて別に問題でも何でもないですよ。かけてなかろうがかけていようが、システム手帳をとりあえず使いたいっていう欲求がもう強烈に強いので、もう空白が、余白が、連続する時もあります。だけどね、また書き始めるんですよ。まあ、律儀なもんですよね。いやばいね。11月6日から12日までこんな感じで、11月13日から19日までここすごい。こっちのページほぼ書けてんじゃん。やべえな、これ。これそう。ここね、落書きにしようと思ってこれ挟んでんだけど、11月の20日から26日、まあ、そこそこ書けてて、そっち側の右ページはこっち側に来るんだよね。そう。俺、両側に穴を開けるんですよ。そうすると常に右ページに記入できるので、おすすめですよ。そうそう。ひっくり返すと、裏面も右ページで書けるので、よいしょ。ね。これ開けると分かりやすいでしょ。デコナのウィークリーは、縦に日付が振ってあって、横6項目あるんですね。何かその1日に6つのことを書く欄がある。まあ、使い方はね、人それぞれだろうから、まあ、なんだろうな。別にそういう使い方しなくてもいいんだけど。ここね、月火水とほとんど寝てたので、昨日30日に、復帰して書き始めてると。ちょっと遡って思い出せることを書いてあるんだけど、だいたい予定スケジュールで実行からチェックでアクション改善、それからありがとうございます感謝ログ、出来事トピックやったこと事件、思ったこと考えたこと、感じたことの、6項目に分けてんだけど、これがベストっていうわけじゃなくて、もっと賢い使い方できると思うんだよね。そこはもう試行錯誤中。これってこのフォーマットってさ、めちゃめちゃ個性的じゃない？こんなフォーマットないでしょ。これね、ユニークで面白いんじゃない？あとここは本当に名前は言いませんけども、すごい参考になる動画を見せてもらって、見て、メモりました。もう書いてあるけどね、名前ね。別に問題ないと思うんだよね。その公人だから、YouTuber でも顔出しだし、この手帳に、名前が載っているということは僕がリスペクトしているということなので、どうかね、お許しください。で、ここね、本当はね、この価値観、価値基準っていうのを、一番先頭に持ってくると思ってんだけども、こっちね、勢いで書き出した自分の価値観、価値基準っていうのがもういい加減に書き出してあるのを、そこは詰めて考えた方がいいなと思って、こっち側にね、価値基準書いてるんですね。で、だから、そうね。
この2枚はもう前に持ってきたいんだよね。完成したらね。で、これ没動画の台本。これやろうとしたんだよ。没になっちゃったよ。もうどうにも喋りができない。大事なこと言い忘れてる。尻滅裂。こっからが 2days って言ってね、ダヴィンチさんの 2days。片面1ページに2日分のことが書ける。1ページ2分割してあって2日分書ける。ここはね、ここもまあ別にこういうね、恥ずかしい、なんか下手なイラストとかも、まあちょっと書いてみようかなと。ここ、だから28インチからかけてないんだよね。これが切れたら充填して、過去のフィルムを書き込む。俺の手帳で最重要の部分があって、このギャグメモ。思いついたギャグをとにかく書き、まだ言っても何ページ ?3 ページしか書いてない。俺ちょっとね、いいかもしんないなと思ったのは、もう、ギャグばっかりを考えてギャグ手帳にしようっていうのがね、結構ナイスアイデアだと思うんだけど、そうね、その辺とかって、ちょっとね、スキル上げてね、手帳のね。で、ここは何も書いてないフリーのデイリーとか、フリーの、で、ここにね、好きなことリストっていうのを書き始めたんですよね。YouTube 視聴者として好き。YouTuber としても好き。リーバイスのジーパン好き。バックトゥザフューチャーのシリーズの映画大好き。日本の特撮ヒーロー大好き。アメリカのカートゥーン大好き。パソコン大好き。1933年に発売されてずっと歴史が続いているクールというタバコは大好き。で、マグカップ大好きね。で、ロック T シャツね。好き。バンティーね。で、システム手帳がなぜここの方に来てるんだけど、ここ汚れちゃって、これ台無しだな。まあ、仕方ない。ほんで、この辺ちょっと整理しないとまずい。ちょっと待って、これ何？ちょっと待ってよ、これ企画考えてたのがいつの間にかメモになっちゃったパターンじゃない？はい。これで、ここをちょっと今練ってるんだけど、英語以外を使わない理由っていうね、かなりネガティブなこと。で、これ読書記録。ダウジングは超常現象ではない加藤信夫さんのおおよそ半分まで読みました。メモで自分を動かす前技術。デザインマイライフの高田さんの、19% 読みました。で、7つの習慣 24% まで読みました。で、全体のページ数と全体の読んだページを一つにすると 31% 読めてる。ね、そこそこ読めてんじゃない？これは、見せちゃダメだ。竹千代さんのね、これ、前回の、ジンから。これ、過去ログな。一応、検索できるように、過去の、いやかんややってますわな。いきなりバックスバイ。これ。僕の渾身のサムネイル。英語サイズにプリントアウトしてこうなりました。で、これ僕が20代の頃に書いてたローブルワード。これもね、これは30過ぎて。で、俺が考えたオリジナルウルトラマンパズルです。はい。だいたい終わり。ここで、ダヴィンチさんの、レザー下地。なんちゅうと、逆側から刺してますね。で、これ持ち物。これも過去ログだね。大したメモではないんだけど、一応メモったんだから入れとこうみたいな。この手帳が届いたのが、2023年5月3日に届きましたね。はい。
ております。あと、こっからは打足。でもこれ結構重要かも。これね、特命戦隊ゴーバスターズの自分で考えたエピソードの脚本の叩き台、ミッション99。どんな話かというと、エネトロンを不法廃棄している人がいるっていうことが匿名部に知らせが入ってっていう話。エネトロンに頼りすぎてんじゃねえのかって言って、その世界はちょっと甘いんじゃねえのかって言って、エネトロンに代わる次世代のエネルギーを開発しているヒロムと同い年の科学者が出てくるのね。だからゴーバスターズ知ってる人にしか分かんないです。はい、あとこんな感じだよね。綺麗だな、これ。はい、これモヒカン小川さんの直筆メッセージ。コガピンクさんも直筆メッセージ入ってますよ、この。はい、こんな感じ。最後に競泳クラシック。ライティングのとこ来て、ここにエナジーカードが出てますけど。はい。そう、だいたいこんな感じかな。で、取れてるかな？取れてる？こう、カッと開くでしょ？そうすると、ここにね、アシュフォードのリング内ペンホルダーっていうリフィルっていうの？リフィルがあって、ここのね、黒いのがそうなんだけど、筒状のリフィルがあって、そこにこのね、ペンテルのグラフギア線なんだけど、そこのクリップにチャームを引っ掛けて、ここに下から刺してるね。リング内ペンホルダーはね、リング径 25mm 以上じゃないと使えない。そこを気をつけてください。アシュフォードさんから出てます。どうなってるかって、ここにね、俺はもうこのリフターよりも外側に、もう一番外側の後ろ側のね、端末側の外側にこう通してて、これが筒になって、ここのリング内にペンホルダーができるという感じなんだけど、これアイデア賞だよね。はい、今日はコード版のシステム手帳、通称お稲荷さんの中身パラパラ動画でした。もし面白いと思っていただけましたら、グッド評価、それからチャンネル登録をポチッとクリック、またはタップしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。